ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。東京都、特に23区内は非常に多くの鉄道路線が走るエリアとなっており、様々な駅に様々な路線が乗り入れて互いに乗り換えられるようになっています。乗り換え駅には主に2つのパターンがあるのですが、この2つとは何でしょうか。1つ目は1つの駅に複数の路線が乗り入れているパターン。新宿駅や池袋駅など多数の乗り換え駅がこのパターンです。2つ目は駅名が違うものの距離が近い2つ以上の駅を同一駅扱いにしているパターン。改札外乗り換えという形などで実施されることもあり、例としては東京メトロの有楽町駅と日比谷駅、大阪メトロの梅田駅、東梅田駅、西梅田駅などがあります。ところで都心部はこれ以外に乗り換え駅とはされていないものの、距離が近く乗り換えが可能となっている駅が多数存在します。基本的に改札を通ることで運賃計算が一度区切られますが、そのような意外な乗り換え駅としてどのような駅があるのでしょうか。今回はそんな公式的には乗り換え駅とされていないものの、距離が近く実質的に乗り換えが可能な駅を8種類ほど紹介し、簡単に解説をしていこうと思います。それでは本編へどうぞ。麹町駅と半蔵門駅。麹町駅は東京メトロ有楽町線の駅で、半蔵門駅は東京メトロ半蔵門線の駅です。実はこの2駅は直線距離でおよそ350メートルしか離れていません。麹町駅の麹町方面改札を出て一番出口から地上へ上がると、新宿通りの麹町4丁目交差点へと出ます。そこから新宿通りを東方向へ進むと、麹町1丁目交差点にたどり着きます。この交差点の真下が半蔵門駅です。交差点の角にあるビルに駅の入り口がありますので、地下2階まで降りると改札口があります。麹町駅からはおよそ10分程度の所要時間です。なお有楽町線と半蔵門線はどちらも一つ隣の永田町駅に乗り入れています。永田町駅で乗り換える方が距離も時間も短く済みますので、実際麹町駅と半蔵門駅を乗り換えで利用するメリットはほぼありません。しかし麹町地区にオフィスを構える事業者も多く、麹町にあっても場合によっては半蔵門駅の方が近い場合もあります。外回りなどでこの地区を利用することがあったり、逆にこの地区のオフィスなどで働いている場合においては、この2駅が近接していることを覚えておくと良いでしょう。青物横丁駅と品川シーサイド駅。青物横丁駅は京急線の駅で特急、急行、普通車が停車しますが、快特やエアポート快特、リング号は通過していきます。一方の品川シーサイド駅は東京臨海高速鉄道臨海線の駅です。この2駅はおよそ800メートルの距離にあります。青物横丁駅の改札を出てからまっすぐ進み、階段を降りたところが正面出口です。正面出口より外に出たら右に進みます。この通りは品川区と友好都市提携を結んでいるスイスジュネーブ市にちなんでジュネーブ平和通りと名付けられています。このジュネーブ通りをしばらく進んでいくと、右手にでかい商業施設品川シーサイドが見えてきますので、この T 字路を右に曲がります。そして品川シーサイドを右手に見ながらもう少し進んでいくと、臨海線品川シーサイド駅の入り口に到着します。青物横丁駅正面出口からおよそ10分程度の道のりです。ところで京急線沿線からお台場方面へ鉄道で向かおうとすると、一般的には京急線から直通している都営浅草線の新橋駅まで向かってゆりかもめに乗り換えるか、横浜駅か品川駅で JR 京浜東北線もしくは JR 山手線に乗り換え、大井町駅または大崎駅でさらに臨海線に乗り換えて目的地まで行くルートが案内されますが、少々遠回りです。外を歩く手間こそありますが、青物横丁駅と品川シーサイド駅を利用したアクセスをするのも良いのではないでしょうか。ちなみに品川シーサイドにオフィスを構える企業が臨海線の運賃が高額であることなどを背景に、
通勤経路に青物横丁駅を指定するケースがしばしば存在します。余談ですが、青物横丁駅から西に900メートルほど歩いていくと、JR 京浜東北線、東急大井町線、臨海線が乗り入れる大井町駅に行くことも可能です。しかし青物横丁駅側から歩いていくと上り坂がきつく、この乗り換えはあまりおすすめできません。少し先に品川駅があるのでそこを経由するか、路線バスを使う方が基本的にはおすすめと言えます。宝町駅と京橋駅と東京駅。宝町駅は都営地下鉄浅草線の駅で、京橋駅は東京メトロ銀座線の駅です。そして東京駅は言わずと知れた巨大ターミナル駅で、新幹線を含めた JR 各線と東京メトロ丸の内線が乗り入れます。この辺りでは都営浅草線、銀座線と品川方面から来た JR 線がほぼ並行して走っています。宝町駅と京橋駅は約150メートルしか離れておらず、これら2駅と東京駅も多くて800メートルほどしか離れていません。宝町駅の A4、A5 出口から地上に出たら、そのまま直進して梶橋通りを進みます。次の交差点に差し掛かると、そこには京橋駅の入り口があります。京橋駅と宝町駅の間は、わずかに3分の道のりです。そしてそのままさらに直進すると梶橋交差点にたどり着き、そこを右に曲がると東京駅八重洲口へと到着します。余談ですが、梶橋交差点を左に曲がると梶橋駐車場があり、ここは長距離高速バスのターミナルとなっています。ただし宝町駅には都営浅草線のエアポート快特が停車せず、また一つ隣の日本橋駅で銀座線と都営浅草線は乗り換えができます。一方で JR 東京駅については日本橋駅も近くにありますが、日本橋から歩くより宝町や京橋から歩く方が楽にアクセスできます。特に梶橋通りの地下深くに位置する京葉地下ホームは、宝町や京橋から歩いた方が容易にアクセス可能です。有楽町駅と東京駅。有楽町駅は JR 山手線、京浜東北線と東京メトロ有楽町線が乗り入れている駅です。そして東京駅には新幹線をはじめとして多くの JR 線と東京メトロ丸の内線が乗り入れています。ところで京葉線、武蔵野線が乗り入れる京葉地下ホームは他の路線からかなり離れた場所に位置しています。なので他の路線から乗り換えて京葉線、武蔵野線に乗車する場合、長い連絡通路を歩いていく必要があり、連絡通路が長すぎるがゆえに動く歩道も整備されています。そして実はこの東京駅京葉地下ホーム、有楽町駅から歩いて行った方が早い場合があるのです。有楽町駅京橋口の改札を出たら左に進んで外に出て、そのまま右手の横断歩道を渡り、東京国際フォーラムと高架の間の小道に入っていきます。少し進むと東京国際フォーラム東交差点に出ますので、ここを右に曲がって JR 線の高架をくぐります。そして JR 線の高架をくぐったらすぐ右を見ると、東京駅と書かれた小さな入り口がありますので、階段を降りていくと京葉地下丸の内口に到達できます。ところでこの乗り換えですが、実は運賃を区切らず乗り換えができます。有楽町駅で下車したら、京橋口改札の駅係員に、京葉線東京駅へ行きたいです、と伝えます。この時改札口に切符を通したり、IC カードをタッチしたりしないようにしてください。駅員さんから白い小さな紙を渡されますので、これをなくさないようにしましょう。そして東京駅の京葉地下改札に到着すると、有人改札の駅係員に有楽町駅でもらった白い紙を渡すと、東京駅の改札内へ入ることができるのです。ただし時間帯によっては駅係員不在の改札もあるため、その場合はインターホンを押して申告しましょう。なおここでは京葉地下丸の内口を紹介しましたが、東京駅では京葉地下八重洲口を利用することも認められています。この改札外乗り換えは有楽町駅、東京駅それぞれに案内が掲出されており、実は JR も公認みたいな扱いの乗り換えとなっています。
ただし一つだけ条件があり、新橋、品川方面と京葉線を乗り継ぐ場合にしか使えません。秋葉原、上野方面から有楽町駅で降りても、一旦清算となってしまうので注意が必要です。なお有楽町駅のすぐ近くには日比谷駅もありますので、都営三田線から京葉線を利用したい場合も、日比谷駅から歩くことで時間短縮になります。日比谷線から京葉線へのアクセスは八丁堀駅での乗り換えを、千代田線から京葉線のアクセスは二重橋前駅から歩いた方が良さそうです。東京駅と大手町駅。大手町駅は東京駅の北西に位置しており、東京メトロの丸ノ内線、千代田線、半蔵門線、東西線、そして都営三田線という5つの地下鉄が乗り入れています。東京駅は先ほどの2つでもすでに紹介しているため、ここでは省略とさせていただきます。東京駅と大手町駅は地下道でつながっており、この近辺は国内有数の大地下道網となっています。このうち東西線の大手町駅については、東京駅から一番近い位置にホームがあるため徒歩連絡が有効です。東京駅から向かう場合、丸の内北口改札を利用します。改札を出ると左、中、右と3つの出口がありますが、右の出口から外へ出ます。駅舎の外へ出ると、左側前方に地下へと続く階段がありますので降ります。コインロッカーのある踊り場で左右に分かれますが、右手の階段を降ります。地下1階に降りて少し前方へ進むと、右手にオアゾと書かれた水色の看板がありますので、その左脇の通路へと入ります。別の通路へと抜けたら左へ進み、通路中央に大手町方面と書かれた柱がある先の通路へと進んでいきます。ここまで来れば、あとは道なりです。最後にエスカレーターを下ると、右手前方に東西線の改札口があり、改札外で5分歩けば乗り換えが可能な距離です。なお新幹線ホームからのアクセスとして、日本橋口を利用する方法もあります。ただこちらは改札口の通行可能時間に制限がある上、日本橋口から最も近い大手町駅 B7 入り口が閉鎖中のため、今回は丸の内北口からのアクセスをご紹介しました。ところで東西線を越えると他の路線にも乗り換え可能なため、続いてそれ以外の路線についても紹介します。千代田線と都営三田線の乗り換えについては、地下道だけで行こうとすると階段、エスカレーターの上り下りを何度かしなければなりません。なので最寄りの入り口まで地上を歩いた方がベターです。丸の内中央口を利用し、皇居の方向へ歩いて和田倉門まで行きます。交差点の右側にある D1 入り口から地下に入ると三田線大手町駅、交差点の左側にある7番入り口から地下に入ると、千代田線二重橋前駅へ行くことができます。千代田線は大手町駅ではなく二重橋前駅を利用する方が、公式としての乗り換え駅という扱いにもなっていて多分良いです。半蔵門線については、以降に紹介するルートを使う方が良いでしょう。丸の内線については大手町駅まで歩かずに、東京駅丸の内口の地下からそのまま乗り換えてください。東京駅と三越前駅と日本橋駅。三越前駅は東京メトロ銀座線と東京メトロ半蔵門線が乗り入れています。また日本橋駅は東京メトロ銀座線、東京メトロ東西線と都営浅草線が乗り入れており、この2駅も東京駅から徒歩圏内にある駅です。JR 東京駅から半蔵門線へアクセスする場合、大手町駅ではなく三越前駅へ向かう方が分かりやすいルートとなります。東京駅の八重洲北口から外へ出たら、外堀通りを左へ進みます。少し行くと呉服橋交差点がありますが、そのまま直進し、橋を渡ったすぐ先の交差点の角に三越前駅 B2 入り口があります。およそ500メートル弱、8分程度あれば十分歩ける距離です。なお銀座線は三越前駅ではなく、先に紹介した京橋駅を利用する方が近いです。呉服橋交差点を直進すると半蔵門線三越前駅に行けましたが、日本橋駅にアクセスする場合は右折します。
2つ目のビルの前に日本橋駅 A3 入り口があるので地下へ下り、あとは直進するのみです。浅草線は日本橋駅にエアポート快特が停車するため、宝町駅よりもこちらへアクセスした方が良い場合もあります。しかし日本橋へ行く方が宝町へ行くよりも負担が大きいため、日本橋駅で乗り継ぐルートは個人的にあまりお勧めできません。半蔵門線と都営浅草線を乗り継ぐ場合でも有効の場合がありますが、エアポート快特が通過する都営浅草線の人形町駅と、半蔵門線の水天宮前駅が乗り換え可能駅となっています。一応三越前駅 D ボ出口と日本橋駅 C ボ出口の間を日本橋交差点経由で永代通り、中央通り経由で歩くことで、この2つの間も400メートル、5分程度で移動可能ではあります。しかし水天宮前、人形町乗り換えでもそこまで変わらないため、こちらについてはお好みと言えるものかもしれないです。新橋駅と内幸町駅。新橋駅は JR 山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線と東京メトロ銀座線、都営浅草線、ゆりかもめが乗り入れる駅で、近くには東京 BRT の新橋停留場もあります。一方の内幸町駅は都営三田線が単独で乗り入れる駅です。JR 線から都営三田線へアクセスするとき、山手線と京浜東北線の場合は田町駅、三田駅を使う方が良いのですが、上野東京ラインおよび東海道線や横須賀線、総武快速線からの場合、わざわざ新橋や品川で山手線か京浜東北線、もしくは京急線、都営浅草線に乗り継がなくても良いです。これから紹介するルートの方が早く移動できるからです。これらの路線で新橋駅に出た場合、JR 新橋駅では北改札を利用します。その後 SL 広場で有名な左側の日比谷口から外へ出ます。右に進むと新橋駅日比谷口前交差点がありますので、ここを左に曲がって JR の線路を背にする形で進んでいきます。そして2つ目の西新橋交差点の角に内幸町駅への入り口があります。新橋駅日比谷口からはおよそ300メートルで5分程度あれば歩ける距離です。横須賀線新橋駅は地下5階にホームがあり、地上まで出るのにも時間がかかってしまいますが、東京駅から大手町駅へ歩いても10分以上はかかる上、少し分かりにくいルートをしているのが現状です。なので横須賀線や総武快速線を利用する場合でも、この方法の乗り継ぎを利用する方がおすすめです。ちなみにゆりかもめや東京 BRT から乗り継ぐ際にも有効ですが、都営浅草線から乗り継ぐ場合は素直に三田駅で乗り継ぎましょう。湯島駅と京成上野駅と上野御徒町駅。湯島駅は東京メトロ千代田線単独の駅で、京成上野駅は京成本線の起点駅です。また上野御徒町駅は都営大江戸線の駅で、銀座線の上野広小路駅と JR 御徒町駅を横切る形で位置しています。千代田線から京成線や銀座線、都営大江戸線、それに大規模商店街であるアメ横へアクセスする場合、湯島駅を利用する手段が候補に上がります。湯島駅では綾瀬寄りの改札口を利用し、2番出口から地上へ出ます。地上へ出たら左へ進みます。ドン・キホーテの前を通っていき、さらに直進すると上野広小路交差点にたどり着きます。そこから A3 入り口から地下へ降りると、銀座線と大江戸線の改札口へ行くことができます。湯島駅からここまでは約270メートル、5分程度しかかかりません。なお上野広小路交差点の角には松坂屋上野店があり、こちらへのアクセスとしても使うことができます。そして上野広小路交差点を左折し、北方向に進んでいくと京成上野駅に行くことができます。成田空港へ行くためにスカイライナーを利用する場合や、座って船橋方面へ行きたい場合にこのアクセス方法が有効です。上野広小路交差点から京成上野駅も約5分で、湯島駅からだとおよそ10分の道のりです。そして上野広小路交差点をさらに直進すると、
およそ2分で右手に JR 御徒町駅が見え、左手にアメ横の入り口があります。湯島駅からだと約400メートル、およそ7分程度で到着することができます。一本道で人通りや交通量も多く、分かりやすいのがポイントです。ただ千代田線から各方面へのアクセスは、状況に応じて使い分けると良いでしょう。銀座線、大江戸線への乗り換えは、運賃計算が区切られてしまい割高になりますが、湯島駅から上野広小路駅、上野御徒町駅を利用すると便利です。京成線を利用する場合は遠方への速達列車を利用する場合、かつ座って長距離移動したい場合は京成上野駅まで歩くと良いですが、各駅停車しか使わない近距離移動では町屋駅で乗り換え、そうでなければ千代田線の西日暮里駅と京成線の日暮里駅の間を徒歩で連絡した方が良いでしょう。ちなみに JR 線は山手線、京浜東北線を利用する場合、西日暮里駅で乗り換えた方がスムーズです。西日暮里駅と日暮里駅の間は500メートル程度で、この間は徒歩で連絡する方も使えます。新幹線を利用する場合は湯島駅から京成上野駅の前を経由して、JR 上野駅へ向かっても良いかもしれません。二重橋前駅から東京駅へ歩くこともできますので、乗る路線によって使い分けたいところです。上野東京ラインを利用する場合も JR 上野駅まで歩くと良さそうですが、 JR 常磐線は北千住駅を利用した方が良いでしょう。千代田線は多くの列車が常磐線各駅停車に乗り入れていますので、目的地によってはそのままずっと乗るという手もあります。ただし特急列車に乗車する場合はこの手法を使って上野駅へ出るか、西日暮里駅から通過特例を利用して上野乗り換えを使うと良いでしょう。また湯島駅から御徒町方面へ歩くと、日比谷線中御徒町駅に行くこともできます。しかし日比谷線とは北千住駅、日比谷駅でも乗り換えられるため、そちらを利用した方が良いケースが多くなっています。いかがだったでしょうか？今回の動画では公式的な乗り換え駅扱いではないけれど、距離が近くて乗り換えに便利な東京都心の駅をまとめてみました。今回取り上げた駅はこれから述べる8種類であり、麹町駅と半蔵門駅、青物横丁駅と品川シーサイド駅、宝町駅、京橋駅と東京駅、有楽町駅と京葉線東京駅、東京駅と大手町駅、東京駅と三越前駅、日本橋駅、新橋駅と内幸町駅、湯島駅と京成上野駅、上野御徒町駅となります。この動画が良かったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。